今回のルイスイベントはニューラルクラウドとのコラボイベントです。コラボというには少し中途半端な感じもありますが、まあ一応そういう扱いですね。ニューラルクラウドはドルフロ1の後ドルフロ2の前にリリースされた作品です。大陸版は2021年、グローバル版は2022年にリリースされました。ゲーム性としては当時流行していたオートチェス系にローグライク要素を加えた形です。テキスト量はやや多めですが、理解してくると効果を積み重ねるのが楽しいゲームでした。その他の特徴としては、かわいい 3D、SD モデルやアニメーション付きの必殺技カットイン、豊富なライブに D イラスト、そしてガチャゲームでありながら突破がなく、比較的課金が重くない点などが挙げられます。個人的には本当に楽しく遊んでいたゲームです。よくわからない大人の事情で現在アップデートが止まっているのがとても残念ですね。現在は最終章を除いて全て開放されているため、軽く触ってみる分には悪くないと思います。最終章については録画された YouTube 動画などを探す必要がありますが、ニューラルクラウドを知っている方はそれほど多くないと思うので、ここでかなり簡単に紹介してみようと思います。ニューラルクラウドの大きなネタバレを含みます。指揮官がグリフィンに入社する以前に進められていた人形たちのデータをバックアップする技術、ニューラルクラウド計画です。テストのためマグラシやサーバーに複数の人形データがコピーされ、そのデータを用いてサーバー内部の各セクターで様々な実験が行われていました。しかしある日突然、原因不明の理由で計画の中核であるマグラシアサーバーとの通信が途絶えます。さらに担当者であった教授も行方不明となり、この計画は中止されることになります。そして3年の時が流れ、2063年、指揮官がグリフィンに入社してからおよそ1年後、時系列としてはドルフロ1の秩序乱入後あたりと考えると分かりやすいでしょう。テルシカは指揮官に対し3年前に起きた事件の調査を依頼します。そしてサーバーデータの回収と教授の行方を探すことを任せるのです。こうして指揮官は危険を承知の上で人間でありながらサーバーへアップロードされます。サーバー内では教授の ID を借りて教授本人になりすまします。サーバー内部はすでに混乱のただ中でした。まるで戦争が起きているかのような状況だったのです。サーバーの中にあるのは人形たちのデータだけではありませんでした。簡単に言えばウイルスのような存在、エントロピーがサーバーデータを侵食していたのです。それに対抗する存在としてアンチウイルスの役割を担う浄化者も存在していました。しかし浄化者たちは人形たちの存在すらも一部は異常行動として認識し排除しようとします。つまりエントロピーと浄化者のどちらも人形たちにとっては危険な勢力だったわけです。そして指揮官教授はテルシカが用意した自身の補佐役の人形と出会います。それはテルシカと同じ外見を持つ人形テルシカでした。同じ見た目とはいうもののどこか違う感じもします。性格は完全に違います。オリジナルと異なって優しいです。教授はこのペルシカの助けを借りてオアシスセクターを防衛し、人形たちが安全に過ごせる避難所へと作り上げていきます。オアシスを拠点とした教授は依頼されていた2つの目的に集中します。まだマグラシアを誇っている人形たちの捜索、そして本物の教授の行方を追うことです。そのために指揮官は人形たちの信号を探知し、サーバー内部を巡っていきます。サーバー内部は複数のセクターに分かれており、それぞれ企業や個人が所有していました。各セクターではそれぞれの目的に応じた様々なテストが行われていました。
その中にはドルフロニエとつながる重要な伏線になり得るものも含まれています。ちなみにサーバー内部なので現実とはかなり異なる光景が広がっています。プログラムの世界ということもあり、ファンタジー的な表現も多く見られます。先ほど触れたウイルスであるエントロピーはモンスターのような姿をしており、アンチウイルス薬の浄化者たちは天使のような外見をしています。人形たちも魔法の杖や掃除機などを手に戦いますね。話を戻すと、方向っている人形たちを少しずつ回収しながら教授は各セクターを進んでいくことになります。人形を回収するとメンテナンスのようなチェックが行われますが、これはキャラクターイベントとして描かれます。人形たちが現実世界で何をしていたのか、どうやってこのプロジェクトに参加したのか、そういった過去が語られます。このプロジェクトはグリフィン入社以前の出来事なので、人形たちはまだ指揮官のことを知りません。そうした人形たちの過去を垣間見られる点も魅力の一つです。サーバー内部が混乱している理由は、現実世界の人間との接続が断たれていたからです。さらに、現実とサーバーでは時間の流れが異なり、現実では一瞬でも、サーバー内では長い時間が経過します。管理してくれる人間がいないまま長い時間が経過し、サーバー内部の AI たちは少しずつ不具合を起こし始めていました。さらに、エントロピーというウイルスが徐々に影響力を拡大していきます。エントロピーは人形たちのデータを汚染し、不可逆的な変質を引き起こします。ありふれたファンタジー小説に例えるなら、浄化不可能な堕落や洗脳の能力を持つモンスターのような存在です。浄化者は非常に融通の利かない集団で、サーバー内のあらゆる異常現象を排除しようとします。エントロピーはもちろん、本来あるべき場所にいない人形たちも、すべて異常として扱われます。現実との接続が断たれた事件と、急激に増大したエントロピーの脅威によって、人形たちは本来のルートから外れた行動をとるようになりますが、それもまた異常現象として判断されてしまいます。そのため指揮官は各セクターを巡りながらエントロピーを防ぎ、追跡すると同時に、浄化者から人形たちの安全を確保するため、必死に立ち回ることになります。その過程で、様々な出来事が起こります。絶え間なく戦争を続ける防衛産業セクター。新エネルギー研究中に致命的なエラーが発生したエネルギーセクター。量子コンピュータ開発の途中で暴走したデータベース。汚染されたアートセクター。自由を渇望する深海のエントロピー。人間を再び生み出すため、人間に近い人形を生贄にする計画。ここで全てのストーリーを語れないのが残念ですね。こうしてメインストーリーが進むにつれ、エントロピーは次第に強大かつ巨大になっていきます。何度も教授を死の危機に追い込み、時には大切な仲間を奪うこともあります。そして信じていた浄化者の一部がエントロピーと結託していたことも判明します。浄化者の長は実はエントロピーの支配者と手を組んでいたのです。浄化者の長イオスフオロスは与えられた役割を破壊し、サーバーを崩壊させることで自らが現実世界へ進出するための足がかりを作ろうとしていたのです。これにより教授と人形たち、そしてサーバーを守ろうとする浄化者たちとエントロピーを操りサーバーを破壊しようとするイオスフオロスとの戦いが始まります。しかしイオスフオロスの力は圧倒的で、数えきれないほどの奮闘と犠牲にもかかわらず、サーバーは崩壊寸前まで追い込まれてしまいます。イオスフオロスがサーバーの外へ出ようとする直前まで事態は悪化しますが、教授とエントロピーの権限を得たペルシカの力によってかろうじてこれを食い止めることに成功します。その後オリジナルのペルシカとの接続が可能となり、指揮官は再び現実世界へと帰還します。サーバー内では長い時間が経過していましたが、
現実ではそれほど時間は経っていませんでした。ただし最後の戦いで指揮官のメンタルも大きなダメージを受け、現実へ戻った後も数日間昏睡状態に陥ってから目を覚まします。その後ペルシカがマグラシアを自身の個人サーバーへ移すことに成功したと知らされます。そして目覚めた指揮官が再びサーバーへ接続するところでニューラルクラウドは一旦の幕を下ろします。ニューラルクラウドのエンディング時点では人形たちはまだペルシカのサーバー内に存在しています。そのためドルフロニの時点で人形たちのデータがどうなっているのかは不明で、現時点では明確な言及はされていません。ただし指揮官が教授時代の記憶を保持していることは確かであり、そこから推測できる点もいくつか存在します。代表的なのが名前の呼び方に関する描写です。コウ・ヤクル会のように指揮官がニューラルクラウドで出会った人形に対してはドルフロニで久しぶりに再会してもすぐに本来の名前で呼ぶ描写があります。そしてセンタウ・レイシーのスクシャモーションで手にしているこの写真、ニューラルクラウドのバレンタインスキンのイラストであることから明確なつながりを示す要素だと言えるでしょう。実はこのエンディングはシーズン1のエンディングでもあります。グローバル版における最後の物語でもあり、本来であればシーズン2へと続く予定だったように見えました。物語の終盤では本物の教授の存在やマグラシアを脱出しようとする外部勢力といった伏線も提示されていました。また先行サーバーではこのエンディング後、本物の教授を扱ったキャラクターピックアップやイベントがいくつか実施されていました。しかし突然アップデートが止まってしまいました。公式な告知もなかったため多くの憶測や噂が飛び交っています。個人的にありえそうだと思う噂はいくつかありますが、あくまで噂に過ぎないため軽々しく語るのは控えたいところです。おそらくかなり複雑ないわゆる大人の事情があるのは確かでしょう。いろいろと残念に感じる部分ですね。現在はキャラクターの復刻のみが行われている状態です。せめて新規ユーザーが最終章まで見られるようになってほしいですね。ストーリーは本当に面白く、今回紹介しきれなかった部分もまだまだ多いので、ぜひ一度実際に触れてみてほしい作品です。ここまで大きなネタバレをしておいて、こんなことを言っていいのかわかりませんが、ご視聴ありがとうございました。